カメラに左肩が向きすぎ、ああ、こう。パスに乗っけるならもうちょっと。そうですね。よろしくお願いします。毎度です。また日野井さんが来てます。どうも。今回は9251先輩、日本語を頑張ってくれました。このドローイングに対するアドバイスはありますか？頭が大きすぎたり、体が小さすぎたりするような気がします。どうですか？いや別に頭が大きすぎるとかそういうのは感じないんだけど、全体的に細かいところをしっかり書いていくと、もっとよく見えるよっていうのを今回やっていきたいと思います。そうですね、お願いします。はいはい。いろいろ気にしていたんですけど、最初から上手に書いてると思いましたが、日野井さんにいろいろパースの合わせ方とかキャラクターのポーズも少しいじって背景もちゃんと書いたら、そのキャラクターがちゃんと場所にいる気持ちになりますね。左腕が少し長めに見えていたんですけど、日野井さんが書いたようにキャラクターがなんか姿勢正しく座ってるより前にかがんで、その腕の長さが少しなんか自然っぽく、こういう腕の形、もちろんなんか服が少し落ち着くと思うんですけど、書いたらちょっと平らっぽすぎてちょっとパンケーキになりましたね。腕がそんなに太くないかもしれないけど、ある程度その厚みを守った方が形が説得力あるかな。日野井さんが書いたように、腕がテーブルに置いてるけどちゃんとなんか厚みがあるような形が守っているんですね。元の絵で腕は細い感じで描いて、そのせいでキャラクターがなんか頭が大きく見えてたかもしれないんですけど、本当はそんなに大きくないですね。こういう風にカーテンがなびいているのに、髪の毛はそんなになびいていないですね。キャラクターを非表示したらこういう風になびいていたし、それに合わせてキャラクターの髪が自然になびいているように書いてくれました。その窓の外は何があるかある程度入れたら、本当に少しだけでも場所が理解しやすくなりますね。白く飛ばしているのも一つの手だとは思うんですけど、そうですね。あとは気をつけてほしいのが壁の厚さですよね。建物だからちょっと薄すぎるかな。そうですね。本人が書いたそのスライドウィンドウだと結構薄くなりますね。っていうか建物の耐震性の問題ですよ。重要です。影とかそんなに入っていないけど、ちゃんと日野井さんがこういうところを入れてくれました。レール、これは2つ目の窓。うろ覚えだけど。そうですね。襖、みたいなドアがこういうレールがあるから、なんとなくそういう感じですね。一般的にこのポーズの話はかがんでいる方が自然に手のひらに乗っかってるようになりますね。で、最近ドキドキで他の動画でシワの話いっぱいしているし、たるんでいるところとか中に入り込んでいるところとか、そういうのが考えて結構自然に服の表現ができています。日野井さんがいつも言ってるように、いろんな写真とか他のアニメとか見ればいろんな例がいっぱいあるし勉強になりますね。それは私が気づいているところなんですけど、日野井さんから注目してほしいところとか、わざわざ書いたところとか、どうぞお願いします。やっぱり机の面取りは大事でしょう。こういうところですか？そう。あんまし尖ってるとね、危ないから。そうですね。ぶつかったら痛そうですね。こういう風に曲がってる形、実際の机を 見るとやっぱこういうのが多いですね。痛くないような形。大事ですよ、それは。これだったら結構安い机になります。中華ホームセンターから板そのまま買ってきたやつみたいな。椅子の後ろも同じでしたね。
後ろにちゃんとその厚みがあるように書いてくれました。角度によるもしかしたらこういう見た目はあるけど、まあ説得力考えてやっぱ厚みがある方が自然ですね。ねえ、頬に当てる手の描き方とかは気をつけた方がいいのかな。左手に顎を乗せてるけど、描き直したやつはこういう描き方の方がそれっぽく見えるでしょって。良かったところが手を頑張って描いてくれました。ですけどやっぱ長さ的に多分これが自然よりちょっと短い方かな。まあ手はね、これからもどんどん練習していかないと上手くならないから。そうですね。今の角度だとこの絵でまあまあ自然に見えると思うんですけど、このキャラクターの左の方、こっちの方がもっと小さく描けばよかったですか？ちょっとカメラに左肩が向きすぎ。こうパスに乗っけるならもうちょっと。そうですね。今はだいたいこんな感じですね。で多分ひのいさんが描いた感じだともっとなんか前に向いてるようになってますね。まあ超単純に描いちゃいましたけど。まあ女性のキャラだから肩幅は広くならないように描かないと。そうですね。キャラクターが下を向いてるときに目と耳の高さが少し違ってくるんですけど、この絵でアイレベルは多分こういう感じになってますね。いや、頭のてっぺんあたりですよ。そうですか。だとしても耳がもう少し低く描いても大丈夫ですかね。まあそこら辺は気をつけて描かないといけませんよね。よく言うようにメガネがかけやすいように。私よくメガネがついていないつけてないキャラクターでもちゃんとなんか上手につけられる形を意識して最近練習しています私はこのシワを気になっています。私がよくこういう風に描いてますが、ここに曲がってるからこういうようなシワたるみは描いちゃいますが、そのひろいさんが描いたようにこうやってたるんでなんか入り込むところとかつけて、これの方が自然ですね。まあ大体そんな感じかな。そうですね。先輩9251さんにまた今度の何かワンポイントアドバイスとか挑戦してほしいところとかありますか？そうだな、バカ正直にパースに乗っけて書いてると面白くないからそれはそれでいいんだけど、まあ細かい基本的なプロポーションとかシワの描き方とかそういうのを練習していくと。わかりました。はいはい。先輩9251さん投稿してくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。このアドバイスシリーズの中で他の動画いっぱいあるのでぜひプレイリストを見てください。あとはドキドキドローイングのチャンネル登録お願いします。コメントを待っています。いいねボタンを押してください。じゃあ井上さん今日ありがとうございました。どうもでした。バイバイ。